よいしょ。ガラ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 。お疲れ。今日マジさ授業超だるくて。よいしょっと。今日の課題見る？プリント持ってきた。わらばんしペロペロそれ先生側だろ。ペロ。それは先生側だろ。ということで、はい。なんやねんっていう。何も聞いてないから何を始めるのかと思ったら。いやなんか。はい。ゲンさんが美術部の生活したいって言うから。そういう感じで。今美術部の入り企画発表もしないんだ。いやそうだよ、美術部らしい入りやったんじゃん。そういうことね。美術部の女子ってさ、過去これはとてつもないさやさんの偏見なんですけど、まず推しのグッズが絶対1個は文房具として入ってるっていうのがあるので、ノクティスね。そうノクティスルシチェルムね。はい。ということで今回やった企画は1週間美術部生活。イエーイ。懐かしの思い出の青春のこれなんか突然始まったんだけど、はいさやって元美術部じゃん。いやそうだよ。そう、でかつ夏目さんちのリスナーさんっていうのは現役美術部と元美術部の方が結構多いんですよ。いやそうだね。でなんかよくみんながその美術部トークみたいな話をしてて、さやがよく共感してるんだけど、意外と僕そこに共感できなくて、だからこんなお絵描きして YouTube とか活動してる割にね、どちらかというと僕は吹奏楽部トークの方がさなんか盛り上がれるわけじゃん。というわけでこの年になってみてなんだけど、やってみたかったなって思って。なんか絵に行ってなかったんだよね、高校の時って。絵じゃなくてやっぱ音楽に行ってて、でそのまま大学に入っても別に満研とかも入ることなく普通に制作してるというか、俺はトランペットで世界をつかむんだって言ってた。思ってたの本当に。そしたら今ふざけて言ったと思うんだけど、トランペッターとしてソロコンテスト優勝して、もう俺ブイブイ言わそうかなぐらい思ってたの。ブイブイ思ってた本当に。久しぶりに聞いたその表現。僕はマジでそういうやつだったんで、今も昔も。だから放課後みんなで集まって絵を描いたりなんかしたりしてたらしいじゃないですか、美術部って。いやそうだよ。楽しそうと思って。ポイントはガチでコンクール狙ってる美術部じゃなくて、暇な美術部体験してみたいっていう。要は分かるかな、この。でも悪口じゃないの。さやの言ってた美術部生活ってすごい高校の美術部のやりたいってことね。いやそういうわけじゃない。全部めんどくさいんで編集が。そうなんですよ。だからなんかこう好きなものが同じ人同士が集まってダラダラと過ごす、お絵描きをしてもいいしなくてもいいみたいな、そんな空間やってみたいなと思って。いいね。だからやっぱり美術部生活なので1時間ぐらいだと思ってるんだけど、正しい？でもなんか高校生の時の部活ってなんかもう好きな時間までいていいよみたいな感じはあったよね。ちょっとあったよね。結構長かった気がする。なんか暗くなってからそろそろ帰るかみたいな。そういうのもあるね。今回は僕やりたいのは、さやさんのももちろん採用したいけど、皆さんの現役令和の女子高生男子高生の美術部の話も一応募集で聞いてて、プラス元美術部、さやさんと同じぐらいの立場のね方のもう集めてるんで、そういうのも全部体験しようっていうことね。全部というか一通りいろいろ見た上でやっていこうかなと思います。いやでもまず入部届から書いてもらわないと。はい、というわけでげんちゃん無事入部しました。体験入部。それでは1週間始めていきましょう。不安だな、なんか。というわけで、じゃあ1日目。まずは形からということで、高校生の時によく買っていた気がするじゃがりこのこのじゃがバター味を買ってきました。であとコーラなんだけど、コーラゼロ買ってみて思ったのは、高校生の時にゼロなんか買ったかなっていう。そんなこと気にしたことなかったでしょ。でも当時からやっぱりさ、ちょっとうるさいタイプだったから、俺ゼロのが好きなんだよねって言ってる方がかっこいいと思ってる人種ではあったよ。そういうタイプね。昔からね。私ちゃんと形から入るからご覧ください。これ入りすぎだ。高校生絶対テーブルに置いてあったやつだ。そうでリプトンの紙はこのサイズのこれにストローを刺し、この形で飲むわけよ。そうで、せいさんもお菓子持ってきたので、これがなんか形が可愛いエブリバーガー。何これ知ってんの？いやこれはなんか当時買ってたわけじゃないんだけど、なんかこう人とさ共有するものに可愛さを求めてたの、私が。私こういう可愛いの選んじゃいますみたいな。同じじゃねえか。俺と一緒じゃねえか。でもね、これは実は正しくて、
なんかデータ出るみたいな感じだったけど、いや違う。データによると正しくてというか、夏目さんちの視聴者調べしてたやつは、やっぱ黒板に落書きしたり、だべったりゲームしたり、お菓子パーティーしてましたとか。あ、そう、やっぱお菓子パーティーとか、お菓子を持ち寄ってが結構キーワードでした。いや、そうなんだよ。だからまずこれで、僕の美術部生活のミッション1は達成なんですよ。撮影開始してこんなになんかお絵描きの素振りがないと、これメインチャンネルだよなと思って不安になってるんだけど、でも美術部生活ってそういうことだよなっていうので今なんか自分を今納得させてるんだけど、みんなも多分ショックだと思うんだけど、夏目さんちっていうのは、高校1年生から20年経っていますので、信じられんマジで。いや、そうだからね、高校生の記憶はね、結構おぼろげなんだけど、確かそう19時までだったの、私の部活が。だからなんか6時半ぐらいになると、さすがにちょっと今日何もしてなさすぎじゃねってことに気づき、だからいそいそとスケッチブックとか、あとなんか書きかけの自分の絵とかを取り出してきて、先生が見に来るタイミングに何もないのはまずいから。一応あるんだ、その気持ちは。そうてかね、結構ね、何回か苦言を呈されてたこともあって、先生はちゃんと活動させたいんだね。あ、そうそうそう。だからもうギリギリになって、先生なんかさもやってましたよみたいな。バレてんの。バレてんのよ。大体そういうの。でも展覧会はちゃんとあったから、それに向けて絵はちゃんと作ってた。さやさんのその生態をなんとなく分かってたので、あ、もう一人すごい。私はデッサンの時使う練り消しを練り練り伸び伸びしてました。これね。暇すぎるな。いいね、こういうのいい、こういうの求めてた。これみんな多分見てて不安になってると思うけど、この状況を招いたのはみんなのコメントだからね。人のせいにした。人のせいにした。いや、みんなから来る、やっぱ暇な時って聞いちゃってるから僕が。そう。そう。暇な時何してましたって聞いてるから、暑い時何してましたね、熱血な時に何してましたみたいな話は、展覧会間近とかは話してないから、それはおのずとそういうエピソード集まるの分かってたから、そこをそれは俺のせいだけど送ったのはみんな共犯関係。これがちょっと他も見ていきましょう。現役番犬です。私のところは今文化祭の出し物の相談で暇はありませんが、暇な時間があったら絵をリクエストし合って描きます。自分の好きなアニメ漫画を布教できるのでみんなよくやってます。オリキャラの交換とかもよくあります。あ、やってたやってた。やるかじゃあ。でも今日紙持ってないね。iPad 持ってるよ、高校生は部室に多分あんまり iPad 持ってこないんでしょうけど、だって今回企画さ、気持ちが緩すぎて、カメラ1個しか用意してないんだから手元お絵描きすると思ってないから手元のカメラなんても用意してないんだから、確かにね。最近さ、お互いがハマってるものを共有し合ってお互いが描くか。いいの？もう本当にガチのリクエストしていい？ガチのリクエストしていい？本当に。友達だもんね。今友達、今友達。依頼関係じゃないもんね。ATM かけないもんね。夫婦関係が依頼関係みたいになるからやめて、それは。これ書いて。マジで。いいけど、なんで喋んねん。なんで言わないでこれ書いてってなんか秘密裏の秘密取引みたいな。これ書いて。本当お願い許して。いいけど。やったー。うるせえ。やったー。何書けばいい？何書けばいい？でもなんだろうね。わかんないな。この感覚が多分そもそもなんだけど、オタクをちゃんとやれてないのかもとかは思ってて。真面目でしょ？そこ真面目だね。真面目なんだよ。でも俺結構ね、人生の悩みで、てかさやのせいなんだけど、さやがあまりにもオタ活楽しそうで、俺なんかこういう楽しくなれるオタ活とかできる人生であったら幸せが1個増えてるのにみたいな。それよく言ってるよね。でもね、早く帰って時間なくなっちゃうから。すいません。じゃあ僕のやつどうしようかなって今思ってる。絵よ、さや好きな絵描いてるから。意味わかんない。いろんななんか複数のことさ、描いてくれるの？お前が描けって言ったら。ちょっと嬉しい、なんか動揺が本当にいいといいのってなっちゃったよ。ちょっと待って、本当に嬉しい、どうしよう。本当に嬉しい、どうしよう。嬉しい。なんなの？嬉しい、描いてこの企画やってよかったじゃん。嬉しい、本当に嬉しい。昔さ、高校生の時、いつもお絵描きのお手紙をね、交換してる子がいたの。その子は銀玉が好きだったの。私は桜大戦にその時めっちゃハマってたの。私は桜大戦も描きたいけど、でもその子のことも話したいから銀玉の絵も描くから、2人で手紙を交換する時は常にクロスオーバーの状態なの。お互いの好きな作品がね、そう勝手にコラボみたいな。そうでそれでなんか無理やりコンテンツをお互い知り合っていくみたいな、そういう交流もあったよねっていう。いいコミュニケーションではありますよね。でもなんだろう、でもさやに描いてほしいキャラか。描いてほしいキャラっていう発想がもしかして僕には乏しいのかも。ゲンさんだって公式の絵が一番なわけじゃない？確かにね。でも二次創作されるのは好きだな。あ、じゃあゲンさんの子描けばいいの？そうだ。地形よ。
そんなエフェクトまでつけてくれるの？食べるなんか食べるタイミングしないこと一生思ってたんだけどずっと本気でホーム画面にしていい？好きにしてください。はあ、いい企画だな。これだって1週間もやってんでしょ。7人分用意しなきゃな。なんで1週間もフルで土日も活動するのめっちゃ真面目じゃねえか。にっちゃにちゃーって感じ。いつかっつって。読んでってくれた。いちいちもリアクションができんだよ。立ち上がっちゃったよ。立ち上がっちゃった。お絵描きでよかった。特殊な。終わりです。はい、ということで美術部生活1日目、もう多分先生帰れって言ってますね。そろそろもう真っ暗です外。今だって収録時間もう70分経ってんだからもう、全然美術部感なかった。あったこれ？あった。めっちゃ絵描いてたじゃん。本当か。とりあえず今日の美術部の活動報告か。活動報告しよう。ということで活動報告こちらせーの。ドンドンドン。はい。声楽の柱みたいな。お、可愛い。めっちゃ可愛い。いいね。ちょっと見せていただいていいですか。はい。可愛い。めっちゃいい、めっちゃいい。はい、ヌルピですよ。ね、いいね。ヌルピ。可愛い。いいじゃん。なんか嬉しいねこれ。嬉しい？ちょっとねミーの方ではねちょっとここに下にちっちゃいハイライトは入ってないんだけど、ちょっと私の絵には入れないとちょっと怖いかなと思ってハイライトだけ入れてます。可愛い。めっちゃ可愛いな。いい。ヌルピ。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。なんか嬉しいなこれ。嬉しい。ヌルピ描くの楽しかった。あと本当にこれはありがとう。どうですか？iPad ごと買い取ってもいいぐらい。やめろよ。まあちょっと。マジかっこよくない？どうですか？とてもかっこよいですね。なんかこの目にハイライト入ってない感じとか、あと表情がね、そうこの人いつも苦労症なイメージがやっぱさ、記憶にあるから。そう。あとなんかこう冷静沈着みたいな。そう。だからであとやっっぱなんか。なんか今ここのこのかっこいいね絵がねこの iPad 上にしか今ないってことがもう不安でしょうがない。もっとちゃんといろんなところに保存しておかないと。いろんなところに保存しなくていい。危ない。でもよかった。なんか1日目からなんかすごい充実した活動でした。私今ねホーム画面っていうかここのね画面ね、これ今どこ面の自分の絵になってるんだけど、ここをこれに変えます。変えちゃうのそれ？それは変えんのよ。じゃあもうそろそろ帰んなきゃいけないんで。ね、帰んなきゃいけないね。帰りますか。ね、帰ろうか一緒にね。俺を見ろよ。俺を描いた絵じゃなくて俺を見ろ。じゃあお疲れみんな。明日何するか。明日何する？明日何するかなんて明日決めればいいのか。でも明日は明日の風が吹くからさ。そうか。私明日委員会だからちょっと遅れるかも。何？2日目。じゃあもう今日はダウナーだから。昨日こう言っちゃったからもう今日こうだ。昨日マジで思考が緩すぎて1日目の活動記録さ2人ともなんか録画データ消えててね、おもろかったね。プロクリエイトのタイムラプスがもしかしたら入ってると思うんですけど、はい、だから今日もすごい気抜いてるからさなんか絵撮る気持ちで来てない。ちょっとさお茶ちょうだい。持ってくるの忘れちゃってさ。どすこいジャスミンティーが。でもお茶ちょうだい持ってくるの忘れちゃってさはどう？加点？それはちょっと減点。これはもう夫婦か。それは夫婦。だってかもうみんなおのおの学校内で売ってる、パックだったりとか飲み物とかでちょっとちょうだい、これはやってた。こんななんかダバ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 とは飲みません。これ友達のなんで。確かに友達のこの量の今夫婦の量だったよ。確かに夫婦の量だわこの量。何その味そんなん出てたんだ。ちょっと一口だけちょうだい。確かにそのレベルか。これポーションとかの飲み方だ。アイテムの飲み方だから。ちょっとみんなのやつ見ようぜ。美術部の時はだいたい暇な時は書き方の本とか満研時代は部活で発行した冊子多分同人誌などを読んでました。満研の時はやってたな。じゃあ俺今ここで漫画読んでてもいいんだ。読みのつがいの続きを読むのはやめな。読みたいよね。なんか読み返し始めちゃって、だから読みのつがいを別に今この撮影一杯読んで一生黙ってても別にこの生活はいい。
でもまず満研時代とか、すんごいちっちゃい部室だったんだけど、3人ぐらいはゲームしてて、で2人はカードゲームしてて、で1人は端っこで漫画読んでるみたいなのが、それは大学の満研だからね。大学の満研ってか大学になるとさ、自由度があるから、大学ってみんながさ持ち寄ってさ、そこに残していくものみたいなのがさ、なんか歴代々置いてくる、なんか64にスマブラ刺さってるみたいな。あ、そう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 。ねこれめっちゃ好き。何？満研でした。はい。片手でコピック何本持てるか大会してました。5位でした。やろうぜやろうぜ。やろうぜそれ。片手でマッキー何本持てるか。だってこれ持てちゃうもん全部。さすがに。本当？ちょっとそれっておごってない？おごってないよ。あ、待って。意外と。ダメだよ、一回落としたら。はい、判定入ります。1、2、3、4、5、6、7本です。7本ですか。はい、でさやさんいくね。まずこの指に。ちょっとおかしいってそれ。そういう？そういう？片手にだから。あ、そっか。ほら、もう超えたよ。8本。ほら。もうこれで勝ちっすよ。おい、なんでそういうなんかレギュレーションが決まってないぞ。これトンチトンチトンチ。はい、さやの勝ち。これをさ、5人でやってみ。だって5位だよ。5位ってことは、最下位って言ってないんだよ。こんなくだらないことに参加した人が少なくとも6位以上はいる。いるってことだよね。最高じゃん。ありがとう。楽しかった。ありがとう。でもちょっとやっぱりジャスミンティーもうちょっとやばい、またそれ友達の量じゃないって夫の量だって。それはだって夫だもん。2口目は夫しか取らないよね。確かに、友達のさもう一回頂戴しないよね。しないと思う。しかも別にさ、ジャスミンティーとかいうさレアリティの低い飲み物でやんないよね。いやそうだよ。新発売のリプトンの味とかでちょっと交換しないは分かるけどさ。いやそうそう、なんかさイベントものないじゃん。これ水分補給じゃん。だって高校生の少ないさお小遣いってさ買ってんのよ。でも待って、よく考えて、女子高生2人ダラダラ過ごしてるような美術部の部室、じゃあちょうだいっつって最初にさ「いいよ」っつってガバって飲んでさ「おいお前それ友達の飲む量じゃねえだろ」って言われてる女子高生2人組可愛くない？めっちゃ可愛い。ね、ごめんやっぱもう一回っつって2回目行かねえだろ普通ってめっちゃよくない？この関係を友達にするだけで急に尊くならん？でもそれできるのって結構ね10年来とかだよ。そうでもめっちゃよくない？おいてめえふざけんなっていう言えるダラダラとした部室での過ごす。ちょっと書いて。俺その子たち好きだわ。書きな。ヨーグルト食べてるから。いやーたわいもないね今んとこ。たわいなさすぎる。不安だやっぱり。ちなみに今みんなコメント見てたんだけど、雑談しつつ絵しりとりを回しながらなどを落書きしてました。やってた。じゃあ絵しりとりやろうぜ。せっかく紙持ってきたし今なんか息ぴったりで。はい、じゃあゲサ青ね、セピア赤ね。いくよー。ここがね。なんでそんなさ書きにくい書き方で。真ん中に置いてる。ちっちゃ。これ梨だよ。梨なの。長い。これ下独特だよね。あ、これ梨からの下ってこと？それやん。おお、うま。じゃあそうしよう。じゃあ行こう。もう分かってるよ。嘘、もう分かってんの？分かってるよ。嘘。だって俺たち文化圏が一緒だから分かってる。うわー、住んでる文化圏が一緒だともうこれで分かるらしいよ、ゲンさん。はい、じゃあこれで。いける？これ終わってね。なんだと思ってる？あ、そっか。あれじゃ分からん？いいよ。分かんない。縫い目でも書いてあげるじゃん。何のボールかは知らんけど。言っちゃったよ。言ってる。言っちゃったよ。最近なんか今日さ何回も夜起きちゃったの。夜ってか朝でさ、なんか寝つく前で妄想するんだけどさ、物語の妄想しながら寝るんだけど、物語の途中で寝ちゃうの。でまたふって起きて、あれ私どこまで妄想したっけって、そうなんかこの辺まではなんか見たような気がするからこの辺からかなみたいな感じで、頭の中で一人で連載し続けて3週ぐらい連載した。だから寝れない。よく寝れなかった今日。くそうまいね責められてる私。そうだよ、責めてるね。じゃあ行くわちょっと。字書くのありな。なしだよ。なしだろ。今からなしになりました。なんか一個の絵でかくね。でかいね。最初あんなになしちっちゃいのに。かわいい。かわいいじゃん。いいでしょ。ちっちゃねえんだよ。自分のキャラ引っ張ってくる。やったー、お願いします。アニメ化したからって。すごい速さで描いた。嬉しい。あとちょっとだよ。でもやっぱさ、いいもの描こうとしなくていいわけじゃん。いや、クリエイターたるもの常にいいものを目指すべきなんじゃないでしょうか。チュキ
別にいいんだ許された。いやでも待ってこれはうん最後の一文字が重要になる。確かにだから次がどっちで解釈したのかが伝わるね、ね、確かに解釈の幅が。調べていい資料。何資料、うん資料必要なことあるんだよ。資料ってかシリと言って資料使っちゃダメだろ。いや必要必要。シリと言って資料使ったらダメだろ、絵描きが。よしちょっとはいは次これだよ。わかったわかった。それはこれを見て決めるんだね。ドキ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 、私の画力が試される時。画力っていうか俺の知性だろ試されたの。あー楽しい。美術部楽しいね。美術部楽しいね。ね超楽しい。ムカついてきた。こんな楽しいことみんなやってたの？何？え？あお前伝わっちゃったわ。伝わっちゃってんじゃん。うん感謝してほしい。伝わったこと、ね、こんなんで伝わったことを感謝してほしい。どうしようかな。じゃあ噛んでいくね、うん、分かったね。これでもう分かったよね。玄ちゃんなら分かるよねこれね。喋んなって悪いじゃねえ。分かった分かった。これ合ってる？スペル全然合ってない全然合ってない書くなって分かんねえな。バカが露呈するぞあ、じゃあ待ってよく考えてこうしよう。ほらエクスペンシブだとしてもほら終わった。じゃあ答え合わせしていこう。はーいね、ここからね。はい、これ梨。はい下た、うん、これは田んぼ。おそう相手のやつ言えばいいんだ、確かに、田んぼ。ボール、はい、あこいつ何なんだいらねえだろこのピカチュウ。ルビーね。でビールでしょ、はい、うん、ブーシュラ。ボンジュでライチュウでしょ、あそうこれポケモンのそうそうポケモンのはい、でウサギでしょ、はい、ウサギ、これギツツキね、さやさんの今こちらでただいまそうアニメが放送されてるのでよかったらぜひねうわこちらのチャンネルでねじ込んでいくね登録をお願いします。ねじ込んでいくあとチャンピオンで連載もしてますので毎週ぜひよろしくお願いします。ねじ込んでいくし練り込んでいくね、ね木でしょ。はい、これね木、うんはい、これ今日ね、今日くんね、さやのオリキャラの今日ね。そう。はい。うんち。これマジでさ、これ理解したのすごくない？うんすごい。チリ。やっぱもうこれでもう僕がちょっとチリに弱いなんて言えないな。はい。でこれチリス。チリスね。ね、これはスクナね。そうよーこれナイキでしょ、はいでこれエクスペンシブ。はい、金。終わり。終わった素晴らしい。まあ今日は絵も描いたし。まあこんなとこか、今日の活動は。いや今日も絵描いたし、でも今日帰んないといけないんだよね。今日塾あるから。塾あるな。確かに昨日より明るいもん。そう。ちょっと待ってもう一回お茶ちょうだい。3回目。もう割り勘じゃないと許されない量飲んでんだろ。ジャスミン茶やっぱあんま好きじゃないんだよな。文句も言ってる。文句も言うこいつ。明日もじゃあ美術部やるか。ねえじゃあまた明日ね。これなんかだんだん気づいてきちゃったけどさ、夏目さんちのチャンネルではもう企画のタイトルにならない企画をいっぱいやろうができちゃうコーナー。確かに。おい美術部じゃねえぞそれは。それはそうでもねこれ最後に言うことじゃないんだけど、すごい有益情報を手に入れて、これが許されてしまうというコメントをいただきました。何？暇な時は夏目さんちの企画ですぐできそうなものはやって遊んだりしてますっていうことのコメントを。うわありがとうございます。ありがとうございます。ということは我々がやってそうだけどタイトル弱いなと思ってやってない企画もやっていいってことだ。タイトル弱いなっていう概念が存在してる夏目さんちってちょっと嫌だよね。嫌だよね。あでもちょっとごめん、ちょっとそろそろ電車の時間になるから。ごめん、ちょっとこれさ、これ片付けといてくれ。じゃあお疲れ。お疲れね。こうやって帰るやついたよね。美術部生活3日目。なんかちょっと美術部っぽい。ああ美術部ですわ。なんかさ待ってちょっと待って普通になんかぬるっと始まってんだけど何こいつら。どう思うさやさん。なんで源さんいるのここに。備品。まあ備品だね。確かに事務所だから。部室の備品。確かに部室か。ごめん事務所じゃないわ。今なんて言ったの？ここ美術部だから部室に。そうだなんか文化祭とかで使ったやつね。あそうそう文化祭で使ったやつなんかせっかくある確かにもったいないから次の先輩の代のまで置いとくやつね。で処理に困るやつね。そうこれどうしようねみたいな。パネルだからなんか上から書いて使うかもみたいな感じで。可愛いから置いてきた。持ってきたの今日。確かにせっかくね。そうそう。なかなかこんな事務所でさ実写込みで。
でもなんか美術部ってさ、絵も描かないでもいい日あるわけでしょ。なんか結局1日目さ、絵描いてて、でもなんか罪悪感すごいよ。部室の掃除とかすればいいんだよ。カメラ動かすのめんどくさいから掃除したくない。うわめたい部室の掃除かなんか準備、やっぱり何もしてないのってなんか心が痛かったわけ、私も。先生怒るかもしれないな、なんか申し訳ねえなみたいな思ってたのかな、わかんないけど。でもなんかさ、なんかコメント欄であったのが、ひたすら友達とその推しキャラについて喋ってるだけで1日が終わっちゃったみたいな。で絵も描かなかったみたいな日が1週間続いたことがありましたみたいなコメントもあったわけですよ。あ、じゃあいいんだっていうか、日本全国でそれが起きてる可能性がある。そうだから3日目ぐらいやっぱり中休みであんだけやっぱ活動しちゃったから1日目2日目推しの話ちょっとさお手本見せてほしい。何の推しがいいかな。なんかでも推しそう考えるとやっぱり僕文化が違うんだなって思うんだよね。推しではなくて好きな作品についてだったら話せるんだけど、好きなキャラか。こういう会話の時さスンってしちゃうんだよ毎回僕。キャラクターというものだけで単体で語るものとして成立してないみたいな。シチュエーションと設定と世界観と物語全体の構成との中にいるキャラクターがこれが熱くてみたいな、そういう話になっちゃう。なんか理屈っぽい。いやそうなんだでも結構やっぱ僕そういう好きになり方するから、でも私なんかさハマる時ってさ、絶対このキャラがこの作品の中で好きなのに、まだですよ全然やめてくださいこっち見ないでくださいみたいな気持ちが存在するの、なんかゲームとかすると。わかる。なんか友達のめっちゃなんかオタクやってた人、やってたというかやってる人キャラクターが可愛すぎてハマるのが怖いから一旦手を出さないみたいな。あ、そうそれある結構、でも本当君が好きだと叫びたいでも怖いっていうっていうね状況結構あって、最終的にはドドドンってハマって、あ、今日もこの世界に生み出してくれてありがとうございますみたいな感じになるんだけど、今は何？あ、もう絶対こいつもうダメですわ、おいでおいでされてるやつ。おいでおいで。あ、でもそれで言うと、私カラスバさんがずっとそうだったの。そう。なんか結構動画とかだとなんかカラスバさんみたいな感じになるんだけど、でも心の中ではなんか、いやここは危険な沼ですよ、危ないですから力のイメージしましょうみたいな感じで。まだそういう自覚なの？いやあの当時、今はもうジャンボン。もうジャンボンしたんだね。あ、そういうこと。そうジャボンし始めるとファンアートを探しまくるし、ゲームやりながらも好きなキャラがいる空間がどうなってるのか全部調べたいみたいな、把握したいになってくるから、だからそこにそれすごい最近カラスバさんだったの。そうそろそろ絵描こう。また10% しかないんだけど。なんか描くの？何描く？お姉ちゃんでも描こうかな。落書きか。そうだよ、落書き。そういえばさ、コメントで中学で美術部高校で執筆部でしたって言ってる方がいて、中学では絵を描きながら脈絡なく粉雪のサビを歌うことが流行ってました。粉雪に対してねえとみんなでコーレスするのが楽しかったです楽しそうすぎるだろこの人と思って。楽しそうすぎる。だから絵描きながら誰かが粉雪ねえっていうことをしてたみたいな。楽しい。でもなんかやってたよ。大学時代とかはさ、やってた。ドキドキで壊れそう 1000% ラブ。ヘイって。みんなで。レディーってやつ。そうそう。踊ってたもんみんなで。オタクだね。あの歌ってなんか本当にさ、何だったんだろうね。なんか異常な流行りを見せてたよね。私のさ、いつもさ一緒にいた大学時代のメンバーさみんなさ歌っぷり大好きだったの。そのメンバーでカラオケ行くと絶対全部歌っぷりの曲になるわけ。全部歌っぷりの曲になるんだ。あ、そうそう。キャラクター一人一人が歌ってる歌とかもあれば。キャラソンもあるもんね。そうそうそう。で私も友達がよく聴いてるから知ってるわけよ。だけど私だけ歌っぷりミリ集。あ、そうなんだ。よくその空間に。耐えた。別になんか気になってないわけじゃなかったんだけど、私だけずっとサイレンの話してたからさ。よくどうにかなったのそれね。一生強靭のままだったよ。怖い怖い。なんかすごい気配を感じた。なんか今嘘、怖いな、嫌だな、ゲンさん。嘘。何の話？見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだってこと？ねえ、バンプの話したいわ。推しやん。そういうこと言えよ最初から。なんかバンプを推しなんていう言葉で片付けていい？なんていうの？いやわからないけど。し？いやーなんかむずいよね。でも神って言うと悲しいよ。いや神は違うんだよ。それは藤原元の理念に反するから、そんな遠いところに置いちゃいけないんだよ。神だったら君に届く歌は歌えないって話だから。いやそういう神だったらね。ゲンさんでもさ、藤君に対してが一番じっとりしてていい。いやしょうがないよね。だってさ、誇張なしに人生救われちゃったんだからしょうがないよね。そうそう。いや、人生救われたとか言ったらまたあれで大げさなこと言ってって言うけどさ、大げさじゃないじゃんさすがに。一番そうじっとりしててすごくいいよ。あ、そう。なんかよくペン聞かれますけど、最近は 6B 鉛筆からねベレイヤに浮気してますね。プロクリエイトの話してます。
だってさびっくりしちゃうもんな、バンプオブチキンって。なんかライブに行くと新たな発見があるんだよ。普通に歌詞を聞いて家でさしみじみ聞き入ってさ、あ今日も素晴らしいなと思う時があるじゃない、てかバンプって毎日摂取しちゃいけないの、あれ摂取量が決まってるから刺激が強い。そう本当に大事な言葉だから、あんまり取りすぎるとよくないっていう。来たそういうなだけど週1ぐらいでは摂取するわけよ。すごく大きな決断をした後って絶対バンプ聞くんだよ。この間で言うとやっぱさ、ダンデライオンゴーストフレアを月刊ボイコミ連載しますっていうの、あれ結構急に決めたのマジで、突然思いついて、ですごいスピードで各所に連絡して、やらせてください絶対やりますみたいになって、あの後ねなんか一瞬不安になるじゃん。マグネシウム飲んでたって不安になるのよその時にやっぱりね聞くわけ、一回立ち止まって。その時はフレア聞いてたんでずっと。いいね。私そういう時大体スピカかリボン。いいね、リボンマジでさ、僕らのリボンはほどけないんじゃない、結んできたんだっけ。あそこねマジな本当に。いやそうなんだよ。バンプオブチキンのさ、ある意味ちょっと突き放してる感じが本当に好きで、寄り添ってるんだけど結局距離的にはさ直接は助けられんっていう、お前のことはお前のことだみたいなさ、君はがどうにしなきゃいけないという哲学があるわけじゃん、あれがね優しいんだよ。染み入るよね。いいよ湿度こういうことか。そういうことでもマジでさ、この熱量で語れるコンテンツってバンプオブチキンぐらいかも僕。米津玄師も結構このレベルかも割と。ただ米津玄師に関しては歌詞の世界観というよりは曲が好きみたいな、曲がいいみたいなところかもしれない。であとクリストファー・ノーランも結構その熱量かもね。メビウス先生とかね、寺田克也先生とかね、あるわ。あるじゃん。でもなんかクリエイター側じゃない、生み出してる側にもセットで惚れてるみたいな。いやでも藤君へのじっとり感は良かった、心地よかったよ心地いいんだ今何時ちなみに。まもなく7時。やばい帰らないと、そうじゃん、今日絵描いてるしな、偉いな。今日晩ご飯何にしようかな。違かった、部活にいる時は作ってもらう側だ。うわありがたみ感じる。何家に帰ったらご飯があるって、すごい。信じられんな。誰かすごいことだ。作ってくれ。いつまでやってんだ顧問来たぞ結構緩めの先生だな、早く帰れよここから1時間ぐらい粘れるタイプの先生とか言うと、じゃあ今日はここまでですかね。何も書いてないけどね。でも何も成し遂げなくてもいいわけでしょ。そもそもなんか現代人何かを成し遂げないといけないという、そのね、それが間違ってる、そう、それが間違っている。その日を楽しく過ごせた、健康に過ごせた、もうそれでいいの。褒めてあげてほしい自分を。ほら見て、せんちゃんだよ。ほら急に書くやん。ほら可愛くない？せんちゃん4本ある。バッテリーはあと 5%。 無理です無理です、完成させられません。じゃあ先生来たから帰るな、ぜひ。先生帰るの、来たもん。確かに今日お母さん唐揚げだって言ったから早く帰っていいな。唐揚げ食いてえな。お兄ちゃんいないけどさ、全部食べられちゃうんだよね。誰に食われるの怖くないじゃんじゃあ誰が食ってんので先帰るね。はい、お疲れ。じゃあ俺もうちょっとやってからちょっと明日さボーボボのさ、15巻だけ持ってきてなんでさ具体的な。じゃあねもう15巻だけ借りたい状況ないだろこんな絵を描いてたよ。これ今4日目なんですよ。そこなんか企画倒れしそうな出来事が今起こってまして、5日目に台風直撃しそうって。明日学校休みなんじゃねいや明日休校じゃねっていう状態になってきちゃったんだよね。休校じゃね、だって電車止まっちゃったりとかさ、そう危ないからね。危ないからさ。やばいよね。それしくらいだってちゃんと5日目さ、台風になって休校になりましたって、美術部生活終了っつって4日目何する？やっぱお絵描きしようかと思って。さすがにね、であとねやっぱねコメント欄にいくつかあったのは、空いた時間にすぐできそうな夏目さん家の企画をやるとか。嬉しい。それはだから夏目さん家みたいなことしない？いいよ。ゲンさんにやってほしいことがあると思って、私ゲーム持ってきたんだよ。何やるんですか？お互いの認識をアップデートさせようと思って、ゲンさんは私の好きそうなキャラ描いてください。だけどメガネ禁止です。長髪禁止です。でかつ私は少年禁止にしようかな。うわだる。そうそう。だるとか言っちゃった。だからゲンさんはさや好きそうみたいなこの3ワードを禁止されてもなおさやの好きそうが書けるのかっていう。なるほど。そうそうそう。まあまあ一見めちゃめちゃ好きそうなやつを全部封じてね。じゃあさやもなんか僕は禁止しなきゃいけない。そうそう、禁止していいよ。禁止しなくても。禁止するだろう。それで言うとぐるぐる系の目
僕がよく描くで言うとまあセーラー服。でもこれさなかなか難しいんだけど、自分で描くセーラー服は好きだけど人が描いたセーラー服に興味ないっていう今多分初出し情報だったんだけど、みんなからすると描いてて、セーラー服ってなんかさこう襟がついてるじゃん。でその襟の形は自由自在じゃん。かつ最後にラインを入れるのが好きなのよ。ああ白いパキって。そうでリボンがバッサーっていうバッサーはしないんだけど、ね、本当はね極端にバッサーみたいなとか、ああいうのがなんか結構好きで、だから別になんか見る分にセーラー服がセーラー服 OK ってことはじゃあ、まあ OK ではあるけど一応禁止はしとくか、なんか確率的になるから。でもあとなんだろう、引っ込み思案。ああ、だからこうもじもじちゃんでダメってことね。まあそうだね。でももじもじちゃんだからいいっていう感じじゃなくて、もうないね。だからさ、いかに妻といえど、僕が好きなキャラ描くの結構至難。いや至難だよ。むずい説あるよ。まあやってみるかじゃあ。位置についてよーいスタート。どうしようかな。何がいいかな。でもメガネ描いちゃダメなんだけどさ、かわいそうだな。そんな別にメガネ描きたタイプじゃないから。なんか最近メガネ好きが顕著になってきたんだけど、何なんだろう。よかったね、夫もメガネ。いや夫のメガネは別にそんなそうだからさ、メガネ好きっていうとさ、夫がメガネなせいでさ、そうなんだよね。ややこしいんだよね。夫のことがめちゃくちゃ好きみたいなさ。そんなことじゃないんだ別に。これ先に言っておくと、そうそんな別になんか甘々カップルみたいなそんなことないから。いやそういうマジでそれを否定させて。好きなんだけど、ちょっと待ってめっちゃ好きなんだ。ちょっと待っておっとっとっともうお前の勝ちでいいよ。ちょっと待って本当に好きかもしれない。ちょっと待ってペン置いちゃったもん。僕なってだからご覧ください。まともに書けない。一日目もそうなんだけどさ、止まんのやめてマジで。とにかく詰め込んでみてるよ。ありがとうね。少年系じゃない時のさやの好みみたいなのを今思い出せる限り詰め込んで。だから言ったじゃん、日常のさコミュニケーションが大事な企画なんだよこれは。俺たち夫婦関係良好だからさ。そうなの？そうだったと思いませんでしたよ。良好じゃなかったらさ、こんな YouTube やってないだろ。確かに。わはは。今なんかナチュラルオードリーやったね今自分で言いながら途中でさちょっとずつ声ちっちゃくなっていっちゃったの。これ聞いたことあるみたいな。ナチュラルオードリー。ということでお互いの何かを封じて好きそうなキャラを描くっていう非常に緩い、そしてなんか一応夏目さんちっぽい企画をやろうっていきましょう。こちらです。せーのドン。うわおー、どうですか？めっちゃいい。ちょっと待って一旦ちょっと長くなりそうだから一旦ここに置くね。私は今冷静さを書いています。そこでさやのから見る。めっちゃ可愛いこの子。なんかキャラデザインよ。めっちゃいいな。お手手を骨折した時みたいに包帯でぐるぐる巻きに両手でされてるんだけど、なんかもう包帯がふやふや浮いちゃってるみたいな。能力封じてなかったね、そういえば。能力封じるの忘れてたわ。めっちゃいいじゃん。サイコパスみたいな感じじゃなくて、主人公のためになんか一生懸命天真爛漫に一緒に頑張ってくれる系の。めっちゃいいよ。ケッケちゃん。可愛い。包帯感もいいし。そうでも見てほら子供心。ね、なんかシールがあってあるし。そうギプス。よくわかんない843って数字入ってるし、適当に書いた、あれだね。もう最近で言うとプラグマタのディアナがこんな感じで。そうゲンさんがディアナちゃん爆刺されしてたから、ディアナちゃん路線。てか待って、最近の推しキャラそれじゃん。急に声でかくなっちゃった。まさにでもこういうね。そう私もそのイメージで。裸足だしね。そう能力者。裸足わかる。裸足ポイント。めっちゃいい。やった刺さった。素晴らしい。めっちゃ好きだわ。やった、いやでもなんかさ、この研究所から出てきた感のワンピースっていうのはなんかゲンさんに対して毎回これ感出ちゃったかなと思って。まあね、でもさ思うんだけど、さやが僕のものを好きそうというふうに書いた時のデザインって手癖から抜けるじゃん、さやの。そうね、ちょっとそういう時のさやの絵好きかもやっぱ。あざまーす。てかなんか新鮮っていうのもあるのかな。いいね。そう、このビジュアルでサイコパスにしないっていうのがゲンさんの好きポイントなんだよ。よく分かってますね。僕サイコパス別に好きじゃない。いやこれで戦闘狂みたいな感じじゃないじゃダメなんだよね。そうなんだよ。天真爛漫じゃなきゃいけない。幸せな一生懸命な女の子じゃなきゃいけないんだよね。そうなんですよ。よくお分かりで。やったー、じゃあこれはクリアね。大成功。ありがとうございます。よし。ありがとう。じゃあとりあえず前菜はここまで。メインディッシュの時間ですよ。すごい。まあちょっとこの画像で出すか。うるせえな。すごい。
一応メガネと長髪と少年を封印された状態でさやが好きそうなキャラを描くと、とりあえず時間かけずにもうすぐ引っ張ってこようとなるとこうなります。よれたシャツ、ボタンが開いている、直す仕草、あんまり手入れの行き届いていないちょっとブカブカなジャケット、そして髪の毛を整える時間があまりないであろう適当に切り揃えられた短髪、一重かつ割れそうな眉、この口の曲げ方もちょっとポイントです。であとこの頬のこけ具合、ちょいこけ。すごくない？結構どう？これはね自信ある。さや好きだろうなっていう。こいつ、ちょっとなんか帰り血浴びてるじゃないですか。何かを追いかけてるんですよ。危ない橋を渡ってて。ああいいね。幼馴染が失踪してます。ああ。お互い結構昔から仲良かったね。幼馴染の女性が事件に巻き込まれてそうです。でまだ思いは伝えていない。伝えてないですね。多分第1話とかで久々に会って飲み行ってる。多分警察のねベテランではないが新人すぎてもないぐらい。29ぐらい。涙が出そう。なんで？この1枚としか彼と会えないのが感じすぎてなんか涙が出てきた。どうしてこんないい？マジで？どうしてなんで？くたびれたサラリーマンみたいなキャラクターがめちゃくちゃ好きなの。いやそう、それはもう周知の。そうめちゃくちゃ好きなんだ。てかもうなんでこの目めっちゃ好きなんだよ。この三白眼。いやそうこの目ね。キャラクターあげるよ。これやだよ。だって私が描いてもこの味しないもん。そんなジェネリックなんかいらないよ。ジェネリック。ねマイク。あマイク。もうマイクすら外しちゃってる。嬉しくて嬉しくなっちゃって。いやありがとうゲンさん。すごいよかった。よかったよかった。そんなに刺さったよ。よかった。これちょっと印刷しよう。共有すんだ。この企画すごいいいよみんな。ありがとうね。そのアップルページが落としてる。いや本当にありがとう。なんか幸せだね。いやでもさやのやつもよかったな。本当？でもそろそろ来ちゃうから先生。先生来ちゃう。いや今日はいい会合だったね。よかったよかった。とりあえず帰るか。そうだね。先生に怒られちゃうよ。帰るわ。ね。先生来たよほら。先生見てめっちゃいい男がここにいるよ。見て先生。美術部の女子いそうそういう。マジでマジあいつ描いたんですよ。うまくないですか？やっぱすごいですよね。ということで5日目になってしまいました。いやね台風ね台風よかった本当に。我々は無事に。美術部生活はい5日目ということで結構毎日帰り道なんだよな。休憩だもんだってこの時間。違うでしょ？語らいの時間でしょ？そう語らいの時間してるだけでさ、妻を喜ばせる時間。妻を勝手に喜んでるだけなんだ。勝手になんか自分を喜ばせようとしてる逆に。そういう風に仕向けたつもりはないんですけど。そんなことなんでこれ画期的なアイディアだと思うんですけど、皆さん気づいてますよね。夏目さんち映ってるんですけど、夏目さんちっていわゆる手元だけ映してたらずっとこれじゃん。横になんかピコピコって立ち入れてパクパク喋って。ね。このゲンさんとサイさんの口が動いてさえいれば、これでいいわけです。多分動いてると思うんですけど、今この口で。めっちゃこの動画さえ長いんだ。本人想像するか。無理だよ、これだってアフレコだもん、後から。そう、後のボイスだから無理だよ。ほら、無理だっつってる。無理だよね。そう、ほら、無理だって言ってる。無理だって聞いてみ、ゲンさん。無理だよ、僕には無理だよ。ほらね。でさ、何読んだ？これもうすでに編集が進んでるんですよ、実は。クラッシュバンディクー。編集が進んでるけど、クラッシュバンディクー。クラッシュバディバディクー。この動画を見てるみんなはさ、どういう感情になるか。こんな大人になりたい。最近さ、最近だってさ。最終日だから楽しくなっちゃって。今日楽しいのはどこつらの連載発表したから。そう今日はねそうだったんですよ。そうどこつらの連載発表日なんですよね。いやそうあれどうやってやったんだっけ。もうしかも昨日ね原稿もちゃんとお渡しできて。もう何話目？4話目ですか？そう4話目。で今日はその次の週分の原稿も私を先にもう終わらせてるっていうなんと有料進行というわけでこんなにテンションも高く最近なんか夏目さんってさダンゴス月間連載自分たちでやりますしかもボイコも作ります声優さんも入れてめっちゃやりますみたいに言ってどこぞら週刊連載しますって言ってどこぞらアニメ始まりましたとか言ってどんどんって言ってる中チーズケーキ作りますみたいなのもあってでもそれだけはまだ成し遂げてないんだよそれ成し遂げられないんだね。連載はできないね。
チーズケーキでも作りてこんなさよ。そうこんなになんかいろいろ気を張った告知動画がボンボン出てる中、5日間美術部生活とかいうさ激ゆる、しかも開いてみたら別にどっかの美術部行くとかでもなくて、絵も描いてる。絵も描かず、いや描いてる時は描いてるけど、絵しりとりとか言ってやって楽しかったじゃんこの絵しりとり。やばい。いやいい生活いやだからだよ。途中でうんこ挟まっちゃって。多分違うんだよ。なんでこれになっちゃったかっていうと、いろいろなんか気を張った動画を出しすぎて、ああそういうこと？そうなんか気が抜けた感じない。緩急ってこちょっとと？緩急すぎない。いやでもね大事そういうの。だから夏目さんちはね今年？いやでも去年？月刊連載しますとかなんかさ、そういうのを遠くなっちゃった感覚をあんまり持ってほしくないなっていうのがあって、それは結構ねそうそうコメントでもちょいちょいいただくことで、そうやっぱりなんかね告知をするとそうなんかちょっとありがたいことにすごい喜んでいただくときと、3時遠くなっちゃったなっていう。そう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 。結構ね視聴者さんこれマジで俺捕まえたいんだけどこういう人たちを、ダメよ。でもいてくれねないと困るんですよ。まあでも気持ちは分からなくもない。いやそうなんですよ。でそうも今と昔本当に何も変わってないから皆さんが今まで通りねこうまあ別にずっと縛りたいという気持ちもないですけど。縛りたいよ。縛りたいな。いやでも縛りたいよな。私だけを見てて。そんなに重たいの。じっとり。夏目さんち結構今年、まあ去年末ぐらいからかな。結構テーマがあって、ゆるい企画もやりたいっていう。ああそれはでも言ってたね。月刊の漫画連載して準備したりとかさ、今最後週刊やってアニメやって何にもやったりとか他のいろんな人に会ったりとかさ、そういうのやってるとめちゃくちゃ YouTube 楽しくやりたいっていう気持ちがどんどん強くなってきてる気がするの。だからなんかねめっちゃゆるい動画を最近出してると思う。じゃあ夢叶ったじゃん。そうこの美術部生活で。そうなんだよ。だからこの美術部生活こそまさにやりたかったゆるい YouTube なんですよ。じゃあ夢叶ったってことで、今日晩ご飯何にする？2日目マジでこれで終わり？でもあり絵描いた方がいいかな。ちょっとみんな投票して。生放送じゃない。コメント見るとあんまみんな絵描いてないのよ。美術部？そう美術部。だってね暇な時って言って。暇な時で集めちゃってるから。での割にはさ1日目は絵描いたし、2日目はしりとりしたし。3日目はなんか喋ってたんだけど、4日目に僕書いてる。ってことは5日目はなんか誰だろう喋ってもいいんだ。そうするか。1日目とか2日目に言おうとしてさえに遮られたけど、もう5日目だから言っていい？いいよ。結局のところ、暇な美術部って夏目さんってあで確かにさなんかすげえたまにさ、ちゃんと凝ったことするしね。まあ確かに企画始める前からみんなのコメントを眺めてふーんと思いながら、じゃあこういうことをやればいいんだ、5日間って思って見てたんだけど、なんか既視感があってやっぱり。でも2日目には確信に変わり早い。1日目でもうああそうだよなって思って、様子見の日が1日もない。で2日目でも確信、3日目にもう宣言しようとする。夏目さんちは暇な時の美術部。こうしてこの世界に新たなトリビアが生まれる。わあ地球が回ってる。ちょっと回ってる。5日間過ごしてみて、俺の憧れた美術部はもう叶ってたっていうことでした。素敵やん。これはね、そうか。お前は夢が叶って、私はゲイさんに好きな男の絵を描いてもらう。これでウィンウィンってことじゃないか。いい動画だった。いい動画だった。美術部からすればみんな多分やるべきことって昼間の授業。そうだよ。昼間の授業を我々では言うと仕事を終わらせ、ここに来て課外活動として1時間ここで食べるみたいな時間があるわけ。同じ志を持った仲間たちが集まってくる場所が部活だとしたら別に間違ってないと思う。楽しかったな。いや楽しかった。でもなんかさ、他の部活どうなんだろうね。他の部活って他のことしてんのかちゃんと。美術も多分してるよ、ちゃんとしたとこ。そうだよね。俺が暇な美術部やりたかっただけで。そっかそっか。ずっと言ってるけど。だから次はさやさんに1週間吹奏楽部生活したらどうですか？吹奏楽部ってさ、入部した1週間はさ、先輩の靴磨きみたいになってないの？それだったらできるなと思って。なんかいきなり楽器とか。できるんだ、そっちは。いきなり楽器とかさ、触ると怖いじゃん。楽器吹きたいんじゃねえの？だって無理やり1週間水分に入れさせられるわけだから今。吹奏楽部の1週間体験入部ってマジで難しいかも。ね。だから何もせず終わる可能性がある。でしょ？音符の読み方とかもわかんないよ。そっか。楽譜読むとこからさえ始めるのか。そうだよ。楽譜読めんの？ドとレとソとミと。壊れちゃったくらいね。そんぐらい。みんなの部活どんな風に過ごしてるかコメント欄で知りたいな。粉雪ねえ。ほら。そこからはいいんじゃない？染められたな。
怖いやが出ちゃったね。言ってみればこれはもう美術部のアウトプットの練習だということと思いませんか？だからこうアウトプットすることをさ、日常的に絵描きたくなってるこの人。紙持ってきて紙。はい、じゃあ3色マッキーチャレンジ。イエーイ。好きなだけ取って、あ、嘘3本取って3本。1本目これ。はい、それね。はい、これ。はい、次これ。わあ。おあ、はい。ドン。すごいね。同系色引いたね。同系色。はい、じゃあさやぴー。はい。これポークじゃなくてよかったんだね。混ぜて混ぜて。じゃあどうぞ。早すぎるね。はい。すごい。ね、開けてます。開けてますね。開けてます。ズル宣言。せーの。すごくない？すごい。信号機やん。欲しいな。あ、でも信号機か。古き良き夏目さんちスタイル。うわー、古き良きやん。ゲンさんみたいに一発書きに慣れてないんで。一発書き慣れてないよね。何をおっしゃいます？一発書きって別にできるもんじゃない。こういうね、一発書き系はね、塗りつぶしてごまかす。これ生きる知恵。山とかに行った時のサバイバル術に書いて。山で一発書きしなきゃやばい状況ってある？あるあるある。狼とかに、あおー、一枚書けって言われる。野生動物と渡り合うにはそれぐらいの技術が必要。芸術感度の高い狼。理解室さんに黙りやがって。やっていいことと悪いことがあるだろう。きつすぎるだろう。びっくりしちゃった。さやに言われたくない、マジで。さやと散歩してみてほしい、みんな一回。最近ずっとそうなんだけどさ、さやと毎日散歩してんだよ、今。よかったじゃん。いいけど別にそれは。お昼休憩の時間を散歩に当ててて最近ね。コンビニでご飯買って、そのまま歩きながらおにぎりとか食べながら田んぼ道を散歩するっていう非常になんか牧歌的な生活を送ってるんだけど、その中でさやがさ、僕がおにぎり食べてめっちゃむせたの。なんか大変なこと。ちょっとむせたって言ったらさ、さや横でなんて言ったと思う？マジで覚えてない？マジで覚えてない。みせ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 。さっきの僕いいから。同じ遺伝子がそこに通っているね。僕と君は同じ星に生まれたのかもしれないよね。でもそれってさ、むせた方が悪いと思いませんか？素敵すぎる。ということで終わりました。終わりました。終わりましたって一体何なんだのかって話なんですけど、5日間が5日間も本当に何だったのかって感じだったんですけど、こちらです。せーの、ドン。イエーイ。楽しかった。いい色だね。いや、すっごくいい色じゃない？いい色引いたね。ちなみに僕もめちゃくちゃいい色引きました。いやね、全然縛りというか。一番縛りなのはね、一発書きだった。私には。私一発書きも別になんかそんなに縛りでも。だらー。ね、いや楽しかった。待って、マッキーいいな。マッキーいいな。紙用マッキーで3色マッキーチャレンジ楽しいね。ね、すごい楽しかったよ。ね。はい、というわけで無事5日目ちゃんと絵も描いて、偉い。というわけで我々の美術部生活はこれにて終焉。終わりましたけど、次は何にする？これ幼稚園生活とかにする？クレヨンとか持ってきて、クレヨンをこうやってポキって置いて、先生俺先生までってやるっていう生活する？いやなんかそうだね。次どうしようね。ちょっと次の生活ちょっと考えとこう。丸々生活。あ、そうそう。丸々生活で僕1個もう絶対やりたいってやつ1個あって。何？さやにも多分共有してるんだけど、恐ろしい生活が1個あるんですよ。やだ、さやさん平穏に穏やかに。だからね、ちょっと丸々生活、今回ちょっと美術部生活だったけど、丸々生活でちょっとね、夏目さんちがもうすでにやろうとしてるのがあるので、それはちょっとお楽しみにと言いつつ、皆さんも夏目さんちにこんな生活させてみたいっていうのをぜひコメント欄に。そして元美術部、現役美術部の方、ふざけんな、そんなことしてねえぞと。苦情はこっちにお願いしますね。苦情は私が受け取りつつ、でもコメント欄に書いてくれてた人がいたから。やばい。多席多席。皆さんね、皆さんも美術部に入ってみてはいかがですか。どういうオチなの？美術部勧誘。勧誘。そして夏目さんちはこれからもなんか美術部みたいなので、いろいろ楽しんでお絵描きを続けていければと思います。はい。いやでもこういういいな、なんかこの古き良き1年目の夏目さんちお絵描きチャンネルみたいな。ね、これ1枚に描いちゃう感じね。いいね。またなんか過去企画やりたい。あ、そうね。もう本当に初期のやつやりたいね。そう。だってサムネも初期と同じサムネにしたい。それ結構勇気じゃない？そうするとさやさんサムネ用に1枚書かされる。いやでもいいですよ。さやさんはいくらでも絵を描きますからね。はい。
皆さんもうお帰りの時間ですわよ。ほら先生がいらっしゃいました。帰りますわよ。馬車を呼んでちょうだい。セバスゲン。それもそうだ。お腹すいた。ママご飯。ママ。